皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日は私は久しぶりに珍しく夜に動画を撮ってます。夜はね、ちょっと私の頭が回らなくて、いつもあんまり動画を撮らないようにしてるんですけど、実はこの動画は撮り直しなんですね。撮り直し。もう一回撮ってます。実は今からするお話は今日のお昼にもう撮ったんだけど、ちょっと納得できなかったので、もう一回撮ることにしました。なのでね、今からお話ししていくんですけど、今日何をお話ししたいかというと、私のお仕事のことですね。お仕事とプライベートのことなんですけど、私のお仕事の時間とプライベートの時間、どうやってしっかり頭の中で分けてるか、どうやってちゃんとリラックスしてるか、そういうお話をしたいなと思います。で、なんでこのお話をしようと思ったかというと、実は最近ですね、皆さんも多分気づいてると思うんですけど、ちょっとね、やる気が出ないんですね。やる気があんまり出なくて、モチベーションが下がってしまって、それが原因で、ポッドキャストが遅くなってしまったりしてたんですね。で、忙しい。この前お話ししたように、忙しいっていう理由ももちろんあるんですけど、それだけじゃなくて、少しお仕事に対して、頑張らないといけないとは分かってても、どうしてもまた後でいっかとか思ってしまうことがよくあったんですね、最近。で、いろいろ考えて、このままではダメだなと思って、何か変えないといけないなと思って、ちょっと2つ新しく変えたことがあります。私の生活の中で。なので今日はそのことについてお話ししようかなと思ってます。で、まず、この前までの私の状況なんですけど、簡単に言うと、休みがなかったんですね。お休みがなくて。もちろん仕事が少ない日っていうのはあったんですけど、でもやっぱりフリーランスとして働いていたら、会社と違って自分自身でお休みを作らないと休みがないんですね。私は前に会社員も経験していて、その時は月曜日から金曜日まで頑張ったら土曜日と日曜日が休みだっていう何か嬉しいことが待ってたんです。完全にリラックスする時間があったんですけど、もちろん平日も月曜日から金曜日でさえも朝の9時から夜の5時まで働いたらその後は一切働かなくていいっていう目安があったんですね。何か基準があった。だから自分自身もお仕事の頭とプライベートの頭を分けることができてたんですけど、でも今はもうね、私はここでお仕事をして、で、お休みしたいとき、ゆっくりしたいときは、1秒歩いて、そこにあるベッドの方に行くんですね。で、そういう風に過ごしてると、やっぱり頭の中が今仕事の時間、今プライベートの時間って分けるのがすごく難しくて、なんだか、うーん、終わりの時間がないんですね。始まる時間もなければ終わる時間もない。朝起きた瞬間から夜寝る瞬間までずーっとお仕事のことを考えてしまってました。これが原因でちょっと辛くなってしまうことが最近あったんですね。でも全然お仕事が楽しくないとかではなくて、ただただ知らないうちに疲れてしまって、もう限界が来ちゃってて、それに気づかなかったっていうだけなんですけど、でも最近それに気づいたので、ちょっと何とかしようということで、今変えたことをお話しします。で、一つ目は、休みの日を
作ることにしました。1週間に1回お仕事何もしない日を作ることにしました。なので、私のレッスンを受けてくれている人なら多分気づいたと思うんですけど、1週間に1回予約が取れない日があると思います。ごめんなさい。でもちょっとお休みしたいなと思って取らせていただくことにしました。で、もちろんその日はもうポッドキャストも撮らないし、編集もしないし、で、YouTube のアプリも見ないようにします。そう、それが最近変えた一つ目のことなんですね。どうしても私は、お休みがなかったら、絶対に働いてしまって、授業がないとしても編集しちゃったり、編集がないとしても授業の準備をしたり、何かお仕事をしないと落ち着かないんですね。悪いことをしてる気分になってしまうことがあって、もちろん休むことは悪いことじゃないんだけど、私の頭がね、勝手になんか、働けって言ってくるんですよ、私に。何かしろって言ってくるんですね。もうその心の声というか、そういうのに少し苦しいなって思ってて、それもあって、一旦何もしない日、完全にお休みする日を作ることにしました。で、もうそれを始めたのが2週間前くらいなんですけど、たった2週間だけど、もうね、効果が出てきてて、効果が出てきたっていうのは、もういいポジティブな状況になってるんですね。しっかりお休みを作ることによって、頭の中がお仕事の状態とプライベートの時間で少しずつ分けれるようになってきました。なので、もうそれは変えて本当に良かったなって思ってるんですね。なんか、そのお休みの日があることで、あとの6日間、6日、頑張ってお仕事をしようって思えるようになったんですね。やる気が出ないって思っても、でもこの日が休みだから、頑張ってみようって思えるようになって。そう、そんな感じ。だから最近は少しずつモチベーションを取り戻せてます。なので皆さんにはちょっとレッスンが予約できないとか、他にもポッドキャストがちょっと遅いとか、迷惑をおかけしてしまうと思うんですけど、これはちょっと私の心的にすごく大切なことなので、もしよかったら気長に待っていただけたらいいなと思います。ちょっとね、ポッドキャストも忙しくて、前までみたいにたくさん作ることができないんですけど、その分一つ一つちゃんと丁寧に撮ろうと思ってるので、よかったら楽しんでください。で、それが一つ目です。で、次、二つ目。二つ目にお話ししたいことは、なんだっけ。そうだ。スマートフォン。私のプライベートのスマートフォンがあるんですね。それからお仕事関係のものを全部消しました。全部消した。で、この前私インスタグラムを消しましたっていうお話をしたと思うんですけど、それと同じ感じで、どうしても開いてしまうんですね。無意識に。インスタグラムをよく使っていた時も、別にインスタを使いたいわけではなくて、なんかちょっと時間ができた瞬間に、やってみようかなとか、見てみようかなとか、そんな風に思ってしまうことがあったんですね。で、今はもうインスタがスマホの中にないから大丈夫なんですけど、でもお仕事のものはたくさん入ってたんですね、前まで。YouTube スタジオっていう YouTube のアプリはもちろんなんですけど、他にもたくさん仕事に関係するものが入ってて、で、お仕事がない時間でもやっぱり不意に見てしまうことがあったんですね。なんか YouTube の動画を出した後はどれくらい見てくれてるかなとか、そういう視聴回数とか
チャンネル登録者数とか、高評価の数とか、全部全部見れるアプリがあって、それがスマホの中に入ってたから、どうしてもずっと見てしまってたんですね。ずっとじゃないけど、なんか不意に開いてしまって、仕事のことをまた考えるみたいにしてしまっていたことがあったんですね。それが原因で、ちょっと辛くなってしまったこともあって、なので、もう卒業しようと、これはやめようと思って消しました。全部。で、前までは YouTube のコメントもパソコンだけじゃなくてスマートフォンからも返してたんですね。返信してたんですけど、でもそれも今はやめて YouTube のコメントを返すときはこのパソコンからだけにする。そういう風に決めました。で、そういう風にしたら何が変わったかというと、やっぱり一日の中でも休憩時間が作れるようになったんですね。前まではパソコンから離れてベッドに移ってもスマホを触ったらお仕事のことがたくさんある。そういう状況でどうしても休憩ができない、休めない、リラックスできないみたいに思っちゃってたんですけど、今はパソコンさえ閉じてしまえば、シャットダウンしてしまえば、もうね、ベッドに行ったら私は大丈夫。スマホにはお仕事のものもないから、そもそもスマホを触らないし、自分がリラックスできる時間を作れるようになりました。それもあって本当に変えてよかったなって思ってます。まあでもそうは言ってもね、私はやっぱり朝と夜以外、朝から夜7時ぐらいから夜の9時ぐらいまではここにいるんですけど、でもそれより前の5時から7時の間とか、あと、でも9時以降も授業やってるので、11時以降かな、夜の11時より後は自分の時間ができるようになったんですね。なので、すごくすごくハッピーになれるようになりました。で、例えば仕事の合間ですね。7時ぐらいから11時の間の授業がない時間とか、編集が終わった時間、そういう時間も私はベッドに行ったらもうリラックスできるので、それが本当にスマホから全部消して良かったこと、メリットだったなって思います。で、デメリットはね、ほとんどないんですけど、デメリットはないかな。やっぱりプライベートなこととお仕事はしっかり分けた方がいいなって実感しました。自分の心と自分の体で。やっぱり心が疲れてしまうと体も疲れてしまって、なんか何も動けなくなっちゃったんですね。動けるんだけど、ご飯食べる元気もあるし、あと筋トレする元気もあるんだけど、でもなんだかもう動くのが疲れるみたいに思ってしまうことがあったんです。前まで。でも今はそれもなくなったので、もし皆さんもフリーランスとして働いていて、どうしてもお休みを見つけれない、ずっと働いていないといけないっていう気持ちになってる人がいて、もし疲れてたら私みたいに一日思い切って休んでみたり、プライベートなものからはすべて消してしまったり、そういう風にするのがすごくすごくいいんじゃないかなと思います。私もまだこの2つを始めたばっかりだから、これからもっといい方法を見つけていきたいなって思うし、他にももっといいものが見つかったら皆さんにもお伝えしますね。とりあえず今日のお話で私が言いたいのは、もちろんお仕事もすごくすごく大切だけど、それよりも皆さんの心が一番大切だし、皆さんの体が一番大切。皆さんが一番大事だっていうことを知ってほしくてお話しすることにしました。なんかやっぱり人間疲れてしまうと、もう
なんか、今度またお話しするけど、なんで疲れてるのかもわからなくなったり、あとは、自分が疲れてるっていうことにすら気づかなくなるんですね。私はそうだったんですけど、自分が疲れてると思ってなくて、誰かに言ってもらってやっと気づく。ああ、私は疲れてるんだ。そんな風に気づくことがあって。だからやっぱりそういう風になってしまう前に、自分は疲れてるって思ってるうちに何か手を打って何か対策してもらえたらいいなと思います。そしたらきっと皆さんも少し楽になると思うし、もっともっと仕事にも集中できるようになって、モチベーションも高まるようになって、もういい循環ですね。プラスのことがたくさんたくさん起こると思うので、よかったら、もしね、悩んでる人がいたら、真似してくれたら嬉しいなと思います。もう皆さんを一番大切に毎日過ごしてください。本当に休んでください。疲れた時は皆さんが一番大切です。じゃあ今日はこんな感じで最近の私のお仕事のことについてお話ししました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。多分ね、これからちょっとレッスンの予約ができない日があったり、ポッドキャストが遅くなってしまったり、そんな風に皆さんにも少し迷惑をかけてしまうかもしれないんですけど、温かく見守ってくれていたらすごく嬉しいです。では皆さん、今日も本当にありがとうございました。今日もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。